はいどうも、てねんです。今回いつもと違う場所からお送りしてるんですけど、そこに大きな意味はありません。で、今回の料理なんですけど、気まぐるクックの金子さんの動画を見てたらすごくしゃぶしゃぶが食べたくなったので、今回は海鮮しゃぶしゃぶを作っていこうと思います。っていうか、調理編も実食編ももう撮影し終わった後なんですけど、今回ものすごく調理編が長いです。魚をさばきますんでね。ただちょっと久方ぶりの魚シリーズなので、どうかお楽しみいただければと思います。それではですね、早速今日も作っていきましょう。っていうわけで、今回のしゃぶしゃぶの具材は野菜を抜いて3種類ですね。ではまずその3種類のご紹介から参ります。ちなみに今回の撮影に備えて、まな板を1個新調しました。これでようやく大きな魚もここで扱えるようになりましたね。ではまず1種類目。1種類目なんですけど、あんまり珍しい食材を使ってもなぁと思ったので、手に入りやすいというか、身近な食材にしました。よいしょ。まず1種類目がブリですね。今回のブリが6キロから7キロぐらいじゃないですかね。ブリにしてはちょっと小ぶりな方ですね。ブリだけに。で、ブリと似た魚でヒラマサっていう魚がいるんですけど、それとの見分け方は、横に走ってるこの黄色いラインに被らないのがブリ。ここの胸びれが上に重なるとヒラマサ。で、この腹びれが短い方がブリ。もっと長くなるとヒラマサ。で、密質的にもヒラマサの方がちょっと歯ごたえがあって、ブリの方が柔らかいって感じですかね。はい、次。2種類目がこちらのイトヨリダイですね。一応タイって名前がついてますけど、確か生物学的にはスズキに近い魚やったと思います。で、ブリの産卵期が3月とかそこら辺で、イトヨリダイが4月、5月、6月ぐらいなると、この2種類ともこの寒い時期に産卵に向けて体にこう油を蓄えていくんで、今が美味しい魚ですね。ちょっと早いような気がしますけど。あともう1種類の食材に関してはまた後でのお楽しみということで、ヒントはトゥーフー。ではまずこちらのブリからさばいていきましょうか。よいしょ。ちょっと今回この皮は引かずに、この皮ごとしゃぶしゃぶにしようと思うんで、こんな感じですき引きにしてるんですけど、僕このすき引きめっちゃ苦手なんですよね。まあでもとりあえず地道に頑張ります。いや、途中までめっちゃいい感じだったんですよ。ついに初のノーミスクリアかと思ったらですね、最後の最後で気抜いちゃった。めっちゃ悔しい。ではこれから頭と内臓と、水洗いまでいきます。そしたら喉元の付け根を切って、ここのエラの付け根を切って、でもう一個ここにつながってる箇所があるんで、これを切り取って、あとはお腹割って、あとはこのエラを持って強く引っ張ると、エラと内臓がまとめてついてくる。あとはこの血合いを水で洗えば、でこれがブリのエラと内臓なんですけど、苦手な方もいっぱいいらっしゃるっていうのを分かった上で、僕はこの内臓が好きなんですよね。なのでちょっと美味しく食べられるところを選別していきます。で今回のブリはメスでしたね。こっちから卵、肝、胃袋、心臓ですね。あと残りのこっちのエラとか幽門水とか胆のうとかはゴミ箱にポイ。一応エラも食べられるんですけど、塩漬けにしたやつを一回塩抜きして味噌で和えたりとかして食べるんですけど、僕はあまり得意ではないので、これが僕のラインナップ。この4つも今回の具材に加えますか。卵はそのまんま OK。肝と心臓はまず一旦血抜きですね。こうやってたまに水を変えながら。で、こっちは一度裏返して中きれいに掃除して終わりに。じゃあ頭落としていきましょうか。よっこいしょ。そし
したらここの関節を狙って、頭ゲット。思ったほど油乗ってないですね。魚体が大きいからある程度は乗ってますけど、またちょっと早かったかな。ではこちらを3枚におろしていきましょうか。ただ何分このサイズの魚をおろすのはかなり久々なんで、どうか温かい目で見てくださいね。で、僕がおろすときはいつも、頭が左側に来るときに上にある方が上身。で、逆に、頭が右側に来るときに上に来る方が下身なんですけど、僕はいつも下身からおろします。では行こう。よいしょ。そしたらここに隙間ができますんで、ここから包丁を入れて、せーの、よいしょ。こうやってちょっと身が残るのがいつもの谷崎クオリティ。そしたら反対側も同じように切り込み1本入れて、ある程度魚体が大きくなってきたら、こういう時骨を上に向けた方が多分やりやすいかと思います。あとは包丁をちょっと上に上げるような気持ちで身を切って、よいしょ。そしたら同じようにここに隙間ができますので、ここから包丁を入れて、せーの。で、尻尾を切り離して、3枚おろしの完成。で、まだ野菜とかしゃぶしゃぶの出汁とかもまだ取ってないので、柵取り以降はまた後ほどやろうと思います。乾燥しちゃっても嫌なので。続いてがこちらの糸よりですね。で、こっちはそんなね、魚体も大きくないので、もう頭とカマをいっぺんに落としちゃおうかな。そしたらこれをちょっと水洗いして、よっしゃ、レッツ3枚おろし。はい、3枚おろし完了。じゃあこちらも先ほどのブリと同じく後ほどしゃぶしゃぶ用に切りつけようと思います。っていうわけで、ブリが、こちらからアラ、カマ、内臓、身ですね。で、今回この身と内臓を使うとして、どうしましょう。このブリカマ1個ぐらい今回塩焼きにして食べましょうか。もう1個はご近所さんやな。こっちのアラは、粗炊きにしたいんですけど、これをサブチャンネルにするかどうかはまだ決めてません。時間があればしようかな。じゃあまず今回のしゃぶしゃぶの出汁から作っていきましょうかね。ちなみに今この中に、昆布を3時間ほど浸してあります。この時期やったら3時間ぐらいでいいと思うんですけどね。昆布出汁を山田にようわからん。すごいどうでもいい話なんですけど、今回の撮影に向けて、魚がいたマンゴーって今、冷房をマックスにかけてるんですよ。めちゃくちゃ寒い。あとはここにお酒を入れれば、完成。正直昆布だしだけでいいんですけど、ブリってちょっと癖というか臭みのある魚なんで、臭み抜きっていう意味も兼ねて、今回はお酒と一緒にパターンですね。
で、ちなみに今回もう1個レタスもご用意しました。これがうまいよね、しゃぶしゃぶはね。さすがにちょっと疲れた。で、今この段階でお魚と野菜と出汁が終わりましたんで、最後の特選素材の発表です。生牡蠣で、今回しゃぶしゃぶなのでちょっと安全面を考慮して生牡蠣にしました。生牡蠣っていうか生食用っていうのかな。で、こちらも片栗粉を使ってこうもみ洗いが終わった状態ですね。去年の年末を思い出す。ではこれから先ほどのブリの仕上げと参りましょうか。でもやっぱあれですね、まだまだ油が少ないですね。まだピンクって感じですもんね。白じゃないですもんね。でもこの真ん中のラインに血合い骨が入ってますんで、こう渡して腹側の目節と背側のお節に分けています。それはこっちのお節がもういいんですけど、このまんまだと目節がまたちょっと切りつきにくいので、ここの大トロのとこだけまた別にしましょうか。というわけでブリもで糸よりも、あとはしゃぶしゃぶ用に引くだけになりましたんで、こちらを盛り付けていきましょうか。んでブリカマなんですけど、ご近所さんに聞いたらブリカマ大好きってことやったんで、2つともあげちった。ではこれから盛り付けに入ります。で、しゃぶしゃぶ用は厚さ 4mm がいいらしいので、僕もそれに倣って 4mm でいこうと思います。まず1つ目完成。2つ目完成。野菜盛り合わせ完成で、ブリが結構美味しそうだったので、ブリのお刺身と内臓盛り合わせ。なんだかすごい量になっちゃいましたね。まあいっか。ではあとはこれをしゃぶしゃぶしていただこうと思います。では実食編へ GO。 というわけで無事に完成しましたクスデイヤン。いや、なんというかなかなかの量ができましたね。でも実際野菜とかばっかなんで、実際傘はぐーんと減るんですけどね。ちょっと生ものなので早速食べていこうと思います。いただきます。本日は札幌クラシックフラノヴィンテージですね。去年飲んで衝撃を受けたビールですもんね、これ。あまりにもうますぎて今年は自分で買っちゃいました。うまっ。やっぱうまいなこれ。これまでいろんなビール飲んできましたけど、もうこれが一番好き。いや、これ年中あればいいのにね、これね。さあ、では早速食べていきましょうか。で、ちょっとしゃぶしゃぶをする前に僕ちょっとこれが食べたいんですよね。お刺身。あかん、机が狭い。贅沢に3枚4枚ぐらい取って刺身醤油つけて、でもやっぱ油浮くね、ちゃんとね。ね、こげな風にね。うまい。なんか油の乗り方的にはまだまだこれからかなっていう感じはありますけど、その裏を返せば結構さっぱりめなブリトロって感じですね。いや、多分これ天然のブリやった気がするんですけど、やっぱね、油の質が違いますよね、養殖とね。でもやっぱ刺身は僕背側の方が好きかな。なんかオブシというか背側の方ってやっぱブリらしい味がするんですよね。うまい。なんかもううまい刺身とうまいビールが飲めたらもう人生勝ち組な気がする。やっぱ僕は魚介が好きだ。どうせやったら糸よりも1枚くらい刺身で食べてみようかな。
やっぱ糸よりうまいね。ちょっとね、水っぽい身質ですけど、これ、昆布締めとかしたらめっちゃうまいですもんね。糸よりって。で、この皮に独特の風味があるんですよね。とかなんとか言ってったら刺身終わっちゃった。では本日のメイン、しゃぶしゃぶと参りましょうか。やばい、なんかね、今日すっごい楽しいね。で、今日のしゃぶしゃぶはもう味ぽんでいこうかなと思います。てか、よく考えたらこれ生食用のかき焼きも食べれるんかこれ。そうや、これ食べていいやつや。うまっ。いや、冬はほんといい時期やわ。いろんなものが美味しい。じゃあしゃぶしゃぶしていきましょうか。まずはブリからいこうかな。いや、マジでうまい。やっぱ金子さんも言ったけど、やっぱ皮付きが美味しいね。しゃぶしゃぶはね。で、今回のブリ結構全身に血が回ってたんですよね。あんまり血抜きがされてなかったんで。臭みとか結構心配やったんですけど、全然ですね。でもやっぱちょっとするかな。少しはするけど、そこまでって感じですね。皮の下の脂がうまい。じゃあ次、糸より。火通した方が全然美味しい。糸より水分の多い魚やからもう身ファッファ。ちょっと身が柔らかいけさばくのは大変ですけど、でもやっぱうまい。じゃあここら辺で牡蠣いこうかな。うまっ。やっぱ牡蠣って味濃いよね。甘い。うまい。やっぱ生食用の牡蠣やと半生っていうんかな、中まで完全に火が通ってないこの感じ、これができるけんいいですよね。なんか食べ進めれば食べ進めるほどブリの美味しさを再認識できるんですよね。いや、ブリやっぱうまいわ。ちょっと次ブリトラ行こう。いや、絶対うまいっていうのはもう分かるんですけどね。うまいけどちょっとさよならが早いわ。なんかもうすぐどっか行っちゃう。やっぱ個人的にこのトロというか腹側の身は僕熱通した方が美味しいと僕は思うんですよね。なんかこれと同じことを照り焼き丼の時に言ったような気もするけど。じゃあちょっとここら辺でブリの内臓いきましょうか。で、この内臓はしゃぶしゃぶというか結構しっかり火を通すとして、しくったらちょっと箸を変えてこう。ちょっとさすがに衛生面が怖いので。てかしくったわな、これ。あらかじめもう湯がいとくべきやったかな。なんかね、内臓のなんかアクというか穴が出てきそうですよね。完全にしくった。じゃあまずこの卵からかな。でもまたちっちゃいな。まだあんまり美味しくないね。これが2月とか3月は美味しいんやけどね。じゃあ次、レバー。やっぱあん肝とかカワハギの肝と違ってブリの肝ってあれなんですよね。鶏レバーっぽいんですよね。だからしっかりと血抜きをしてある分、そげん血生臭い感じもないけど。じゃあ続いて僕の一番好きな部分、胃袋。いや、やっぱ胃袋はうまいね。本当に。いや、もうこれは完全なる酒のあてですもんね。やっぱ内臓ってうまいよね。もう間もなくこの大きいお皿が完食ですね。いや、ほんと作るのは大変やけども食べるのはほんとあっという間ですもんね。なんか寂しいわ。で、まず大きいお皿完食ですね。
しゃぶしゃぶの美味しさランキングで言うと、下からブリの背側、んで腹側、カキ、ブリ、トロ、糸よりですね。個人的にね。では続いてこちらのちょっとちっちゃい方のお皿に参りましょうか。でもこちらと一緒に、さっきからちょこちょこ食べてはいるんですけど、このお野菜たちも一緒に行きましょうかね。こっちの第2陣に関しては多分メインディッシュはこのレタスになりますかね。いやほんとレタスのしゃぶしゃぶうまいよね。なんならもうレタスだけでもいいなと思う時あるもんね。では第2陣も参りましょうか。まずどうしようかな。レタスからいこうかな。一番でかいんとしゃぶしゃぶしてポン酢にちょっとつけて、やっぱバカほどうまいね、レタスってね。ちょうどブリトロとカキの間やな。いや、やっぱうまいわ。てか最近僕ほんとプライベートで野菜だけのしゃぶしゃぶって結構するんですよ。レタス、長ネギ、ごぼうとかそこら辺だけでやるってやつ。誰か共感してくれる方おらんかな。めちゃくちゃ安くて美味しいので、もしご機会がありましたらぜひ。で、今回のお出汁ちょこちょこと継ぎ足してはいたんですけど、なんとか最後まで余りそうですね。一応今回最後の締めもございますんで、今回は麺ではなくお米ですね。いや、っていうかね、今回本当はね、今回のメインはこの札幌クラシックのフラノヴィンテージだったんですよ。1年越しに飲める言うて。でもこのしゃぶしゃぶがうますぎて、フラノヴィンテージの影が薄くなっちゃいましたね。ご飯が美味しいのはいいことなんやけどね。てかあかんだ、今日若干酔っ払ってきたな。とりあえずお野菜のお皿おしまいですね。っていうわけでこちらも完食ですね。ではこれから締めのお時間と参りましょうか。ポン酢が余ったのがもったいないんで、ちょっとポン酢でちょっと塩加減調整して、でご飯投入して、でちょっと待機。ご飯がいい感じに出汁を吸ったら卵を加えて、大きく 2,3 回くらいかき混ぜて、再びちょっと待つ。卵雑炊。うまっ。あれだね、ブリと糸よりの油もそうやけど、野菜の甘みがめっちゃ出とるね。最初の時の出汁とはほんと大違い。今日幸せやね。なんかでもここに三つ葉とかを散らしても美味しいかもしれんね。まあでもこのままでも全然美味しいみたいだけどね。名残惜しいけど、今日はこの辺でラストスパートって感じですかね。じゃあラストスパート。ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。やっぱ金子さんもおっしゃってましたけど、皮付きのしゃぶしゃぶうまいね。でもちろんブリもカキも美味しかったけど、やっぱ糸よりが美味しかったな。でブリもカキも糸よりもこれからまたどんどん美味しくなってくる時期やと思いますんで、これからが楽しみですね。で今回この札幌クラシックのフラノヴィンテージっていうやつを結構まとめて購入したので、しばらくはビールはこれになるかと思います。やっぱこれうまいもんな。ステマじゃないからね。で冬のこの時期といえばもう一個僕の大好きな食材が旬を迎えるんですよ。近々それを動画にしようかなと思ってますもんね。いや今のうちから楽しみやな。ではですね、今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。